Hey guys, it's Taka. 今日の動画は Japanese Job Interview 日本の面接の合格方法を詳しく解説していきます。外国の方が日本の面接を受ける際、多くの方がやってしまう間違いがあることを知っていますか？一つ例を挙げると、あなたの会社を意味する御社と貴社、これらの違いが何か、面接ではどちらを使えばよいか、皆さん説明できますか？このような日本人からすると当たり前な基礎知識を知らずに実際に面接に落ちてしまった外国の方はたくさんいます。僕もこれまで外国の方の採用面接を何度も担当してきましたが、とある理由で何人も不合格にしてきました。この動画では面接を受ける前に必ず知っておくべきことを具体例を用いて解説していくので、面接をこれから受ける予定のある方やあまり自信がない方は必ずこの動画を最後まで見てください。日本語があまり得意でない方は英語字幕をつけながらこの動画を見てください。現在僕は日本の IT 企業でマネージャーをしており、数十名の外国の方の採用面接を行ってきました。その経験をもとに日本の面接を合格する方法を紹介していくので、これから日本の面接を受ける予定の方はチャンネル登録をして僕と一緒に面接に合格しましょう。まずはじめに面接前に覚えておくべき5 tips を紹介します。1つ目はフィラーワーズを言わないことです。日本語を話している時にその、なんかといったフィラーワーズを言ったことはありませんか？これ面接では絶対に言わないでください。フィラーワーズを言ってしまうと日本語でのビジネス会話ができない人と思われてしまいます。面接はフォーマルな場ですので、友達と話している感覚で話さないように注意してください。2つ目は元気に明るく話すことです。これ当たり前のように聞こえるかもしれませんが、これができない方は意外と多いです。特に日本語に自信がなかったり、面接に緊張してしまう方は小さい声で話してしまうことがよくあります。日本語が苦手な方でも、はい、ありがとうございます、よろしくお願いしますのような簡単な挨拶は特に元気よく答えて面接官にいい印象を与えましょう。3つ目は結論から言うことです。面接に限らない話ですが、コミュニケーションをする上で結論から言うことは非常に重要です。例えば、日本語はどのくらい話せますか？という質問が来た場合、3年前から日本語を勉強し始めて、今はスクールに通って発音とコミュニケーションを勉強していて、というような長い説明を先にすることは NG です。適切な回答としては JLPT の N2 レベルです。なぜならのように結論を先に言ってその後に詳細や理由を言うように心がけましょう。4つ目はデスマス調を使うことです。デスマス調とは文章の終わりをですやますで終わらせることです。日常会話では何々ですね、何々なんですよといった表現を使うかと思いますが、これは NG です。先ほども言いましたが、面接はフォーマルな場です。文章の終わりは必ずですやますを使ってください。5つ目は丁寧な表現を使うことです。普段よく使っている表現でも面接では気をつけないといけません。例えば、私の会社、やっぱり、すみません、わかりました。これらの言葉、日常でよく使いますよね。実はこれらは面接では使ってはいけない言葉なんです。それぞれの正しい言い方は、弊社、やはり、申し訳ありません、承知しましたになります。また、よくある間違いとして、あなたの会社を表現するときに、履歴書では記者と書きますが、面接では記者ではなく御社と言います。重要なのでもう一度言いますね。面接ではあなたの会社と言いたいときは御社と言います。書くときと話すときで表現が異なる難しいケースですが、面接ではよく使う言葉なので必ず覚えておいてください。その他にも面接では使ってはいけない言葉として分かりません、大丈夫です、何々していいですかなど、まだまだたくさんあります。そこで面接で使ってはいけない表現50個をまとめた外国の方が間違いやすい面接表現50選の PDF を
公式 LINE から今だけ無料で配っています。これから面接を受ける予定がある方は概要欄のリンクから今すぐ受け取って何度も見返してマスターしましょう。続いて実際の面接での質問といい回答例を解説していきます。今日紹介する質問さえマスターしておけば本番の面接の半分くらいの質問は答えられるようになるので、一度だけではなく何度も見返してスラスラと答えられるようにしておきましょう。1、自己紹介をお願いします。自己紹介ではあなたの名前と出身、そして今まで何の仕事をしていたのかを伝えましょう。30秒から1分程度の長さが好ましいです。細かい経歴は後ほど説明する機会があるので、この質問に対しては概要の説明だけで十分です。はじめまして、グエン・リンと申します。ベトナムのハノイ出身で日本に来て5年になります。ハノイ工科大学でコンピューターサイエンスを専攻し、卒業後はベトナムの IT 企業にてソフトウェアエンジニアとして3年間勤務しました。来日後は日本語学校で2年間学びながら都内の IT 企業でエンジニアとして勤務しています。よろしくお願いします。2、これまでの経歴やスキルについて教えてください。ここではこれまでの仕事内容を具体的に伝えましょう。どこで、どのくらいの期間、どんなポジションで何をしたのかを1から2分程度で分かりやすく伝えるのがポイントです。また、具体的な数字を使うことで説得力が増し、あなたの経験がより具体的に伝わります。2020年にハノイ工科大学コンピューターサイエンス学部を卒業後、ベトナムの IT 企業にてソフトウェアエンジニアとして3年間勤務しました。主に Web アプリケーションの開発・保守を担当し、5人チームでのプロジェクト進行も経験しました。2024年に来日し、東京の日本語学校で1年間学んだ後、2025年から都内の IT 企業にてエンジニアとして勤務しています。日本語環境でのチーム開発や顧客向けシステムの開発業務に携わってまいりました。3、日本で働きたい理由は何でしょうか。この質問では、なぜ自分の国や他の国ではなく日本を選んだのかを明確に伝えることが大切です。面接官が確認したいのは、この人は日本で長く働いてくれるのかという点です。日本の技術や文化への興味、日本語を活かしたいという理由は好印象につながります。一方で、アニメが好きだから、日本食が好きだからといった仕事の関連性が低い理由は避けましょう。日本のビジネス文化、特に品質へのこだわりとチームワークを大切にする姿勢に深く魅力を感じています。ベトナムの IT 企業で日本向けのプロジェクトに関わった経験から、日本のビジネス環境で働くことへの強い憧れが生まれました。また、日本語をさらに上達させながら専門性を高め、日本社会に貢献できるエンジニアになりたいという思いもあります。日本で長期的にキャリアを築いていきたいと考えています。4、転職しようと考えた理由は何でしょうか。転職理由は正直に伝えることが大切ですが、残業が多い、人間関係が悪いなどのネガティブな理由や前職の批判は避けましょう。また、残業が多くて辞めてしまうのではのように面接官に思われてしまうなど、ネガティブな印象を与えてしまいます。代わりに、より成長したい、新しい挑戦をしたいのようなスキルアップやキャリアアップにつながるポジティブな理由に言い換えることで、面接官にいい印象を与えることができます。前職では開発の基礎をしっかりと身につけることができ、多くのことを学ばせていただきました。その上で、より規模の大きなプロジェクトに携わり、エンジニアとしてさらに成長したいという気持ちが強くなり、転職を決意しました。また、日本でのキャリアを本格的に築いていきたいという思いも高まり、今回の応募に至りました。前職への感謝の気持ちを持ちつつ、新たなステージでさらに貢献したいと思っています。5、当社への志望動機を教えてください。志望動機では、なぜ他の会社ではなくこの会社を選んだのかを伝えることが重要です。
そのために事前に会社のホームページやサービス内容はしっかりと調べておきましょう。その上で会社の強み、自分が貢献できること、入社後にやりたいことの3点を盛り込むと説得力が増します。会社のサービスや強みに触れた上で自分がどう貢献できるのかを具体的に伝えましょう。御社のウェブサイトを拝見し、医療機関向けの業務管理システムを中心に使いやすさと信頼性を重視した開発をされている点に強く惹かれました。特にエンジニアが要件定義からリリースまで一貫して携われる環境が自分のこれまでの働き方と一致していると感じました。これまでの Web アプリケーション開発の経験と多言語スキルを生かして御社に貢献できると考えており、将来的にはプロジェクトリーダーとして御社の成長を支えたいと思い志望しました。6、あなたの長所と短所を教えてください。長所は具体的なエピソードとセットで伝えると説得力が上がります。短所については正直に伝えつつ、改善するために取り組んでいることを必ず添えましょう。短所だけで終わると印象が悪くなります。また、短所は特にありませんと答えるのは NG です。誠実さと自己成長への意識を示すことが大切です。私の長所は責任感が強いところです。任された仕事は最後までやり遂げることを何より大切にしており、前職では納期を一度も破ったことがありません。わからないことをそのままにせず、すぐに調べたり質問したりする習慣も身についています。短所は完璧を求めすぎてしまうところです。細部にこだわるあまり作業に時間がかかることがありましたが、現在は優先順位と締め切りを明確にしたタスクリストを活用し、スピードと品質のバランスを意識しながら改善しています。7、今後の目標はありますか？入社後のキャリアビジョンを伝える質問です。入社してからどのように活躍したいのかをイメージして答えましょう。リーダー、マネージャーのような具体的なポジションや役割を示すとより説得力が増します。会社に入ってから何をしたいかを具体的に伝えることで入社意欲の高さをアピールできます。5年後には御社の業務を深く理解し、プロジェクトリーダーとしてチームを引っ張る役割を担えるようになりたいと考えています。また、日本語力をさらに高め、お客様やビジネスパートナーとも深い信頼関係を築けるようになりたいと思っています。外国人ならではの多様な視点を生かしながらチームと会社の成長に貢献できる存在になることが目標です。8、現在の年収と希望年収を教えてください。年収の質問は答えにくいと感じる方も多いですが、正直に答えることが大切です。海外と日本では給与水準が異なることが多いので、海外から来て日本で初めて働く方は必ず日本の給与水準を事前に調べておきましょう。給与水準は技術スキルや経験年数、日本語レベルによって大きく異なります。あなたの希望年収と会社が想定する年収があまりに異なる場合、条件の不一致による不採用となることも珍しくはありません。あらかじめ給与水準をリサーチした上で現実的な金額を伝えることを心がけましょう。550万円程度を希望しております。ただ、仕事内容や御社の規定に合わせて柔軟に対応できますので、ご相談させていただければと思います。まずは御社でしっかりと実績を積み、適切な評価をいただけるよう精一杯努力していきたいと考えています。9、ご入社可能な時期はいつですか？入社時期は会社によって異なりますが、特に海外から日本に来る場合はビザの取得や引っ越しの準備が必要なため、余裕を持った回答をすることが一般的です。ただし、できるだけ早く入社できる意欲も合わせて伝えるといい印象を与えられます。現在の職場への引き継ぎ期間を考慮すると1ヶ月後から入社可能です。ただ、御社のご都合に合わせて柔軟に調整することも可能です。できるだけ早く御社に貢献したいという気持ちがありますので、入社日についてはご相談の上対応させていただきます。10、最後に何かご質問はありますか？逆質問はあなたの入社意欲や会社への関心を示す大切な機会です。特にありませんと答えると
この人は質問できるほど会社を知らない、興味がないと思われてしまうので、絶対に何かしら質問してください。事前に 2,3 個の質問を必ず用意しておくと良いです。逆質問では、給与や待遇に関しての質問は初回面接では避けた方が無難です。業務内容やチームの雰囲気など仕事への関心を示す質問をしましょう。入社後、外国人社員へのサポートや研修制度はございますか？また、チームの雰囲気や日本語でのコミュニケーションについてどのような環境か教えていただけますか？さらに、御社で長く活躍されている方に共通する特徴や求められる姿勢があれば、ぜひ教えていただきたいです。いかがでしたでしょうか？質問といい回答例を10個紹介してきましたが、実際の面接ではもっと幅広い質問がされます。そこで外国の方でも日本の面接を合格できるようによく聞かれる質問と模範回答50選をまとめました。実際の面接では外国の方だけに聞かれる質問もたくさんあるのですが、それらもまとめて解説しています。公式 LINE から今だけ無料で受け取れるので、概要欄のリンクから登録して受け取ってください。その他にも面接表現50選、履歴書のテンプレート、JLPT 問題集付き日本語学習アプリなど、面接の合格する可能性を高める特典を無料で配っています。面接に合格するには繰り返し練習することが重要です。今すぐ受け取って面接まで何度も見返してください。もし LINE のアプリを持っていない方は LINE をダウンロードすることをお勧めします。 LINE は日本で生きていく上では必須のアプリになります。もしどうしても LINE が使えないという方がいればメールでも受け取れます。その場合は概要欄に書かれている2個目のリンクからメールアドレスを登録してください。今後も皆さんが日本の面接を合格するための動画を投稿していくので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。